ただいま。ようやく保険会社との打ち合わせが終わったぜ。長かったな。始末書だけで A4 で10枚書かされたしね。みんなも ETC カードの差し忘れには注意しような。で、何作ってたんだ？インターチェンジの周りが寂しいから集落を作っていたよ。お、なんかそれっぽくなってるな。インターチェンジやバイパスが通る場所は田舎な風景が多いからね。ところどころに流通センター的なものも混ぜればインター近くの利便性を活用してる感が出るな。この辺は住宅地だけど、元々の土地が田んぼだった感じを意識して、田んぼの大きさに合わせて地区を区切ってるよ。やけに田んぼがリアルに見えるのはなんでなんだぜ？田んぼの色かな。色？田舎に住んだことのある人ならわかると思うけど、田んぼの色って一旦ごとに違うことがほとんどなんだ。なのでプロップペインターで色を微妙に変えていくことで田んぼのリアリティが増すよ。あとは田んぼの水源のために必ず周りに用水路を引くとかかな。田舎にまた詳しくなってしまった。まあ、これからこの辺は田舎じゃなくなるんだけどね。この虚無エリアが？この付近はかつての前は炭鉱の関連産業でブイブイ言わせてた土地だけど、今日ブイブイ言わすって言わないな。今は産業も撤退して更地になってるってわけ。おう。というわけで、今からここに観光客を呼び込む施設を作っていくよ。来ましたついに観光施設。どんな観光施設にするんだ？ショッピングモール。は？まずはこのスプリングショッピングモールを置いていくよ。ショッピングモールって観光地なのか？もちろん、ショッピングモールが一つできただけで隣県や市から大量の客が訪れるんだよ。それに、観光要素もしっかり加えるプランも考えてあるから、まあ安心してよ。おう。ショッピングモールができたら渋滞がとんでもないことになるから、交差点に右折信号を入れて交通の流れをあらかじめ整理しておくよ。計画的インフラ整備は基本だからな。例によって駐車場は仮道路を引いておくよ。親の顔より見た作業だな。ただ今回はとにかく駐車マスが多くて大変だよ。すでに満腹だぜ。駐車場を完成させる前に南館も置いていくよ。おしゃれな感じの建物来たな。これはニューヨークの美術館だね。海外の建物でもランドマーク的に使えそうなものがあるから要チェックだね。でもこのままは使わないんだよな。もちろん、売り場面積を増やすために今回も壁ネットワークを駆使して大きな建物を作るよ。北館と南館はどういう住み分けにするんだ？北館は普通のショッピングモールで、南は映画館とその他だね。南北はこのように連絡通路で結ぶよ。結構な大きさのモールになりそうだな。悪くはないけど、いまいちリアリティがないね。確かに普通な感じだな。やはりやるしかないのか。今度は何を？駐車場マーキング作戦。なんだそのまがまがしい作戦は。やり方は至って簡単。プロッパ棒の上に乗せた透明道路に、こんな感じで緑のマーキングを乗せていく。簡単じゃないか。これを全部の通路にやる。するとこんな感じになる。根性でゴリ押しプレイやめろ。でもだいぶそれっぽくなったでしょ？それは、まあ認めるぜ。駐車場を作ったところで、次は公共交通を整備しよう。観光客は公共交通が命だからな。ということで今回はバスターミナルを作っていくよ。前は駅にあるような形のか？でもいいけど、今回は建物に統合する形のターミナルにしようと思う。バス待ちの間にショッピングモールを楽しんでもらおうって魂胆だな。その通り。あと建物内に作ることで、こんな感じに都市間バスターミナルを埋め込むことができる。バスが不自然なところから湧いても建物内だから分かりにくいってことか。その通り。あとはフェンスやバス停パーツを置いていくよ。そして満足いく形になったら柱を配置。天井部分はサーフェイスを PO しておくよ。サーフェスネットワークは使わないのか？ PO はレイヤー機能で表示のオンオフができるからね。後でバス路線を作るときに内部がすぐ見えないと都合が悪いから、表示切り替えができる PO で管理した方が楽になる。こういうところは効率中なんだよな。あとは適当なエアコンやパイプを生やして蓋をしておくよ。これで洋風の都市間バス停留所は完全に隠せたな。あとはショッピングセンターの名前だね。何か案はあるのか？この辺は鉱山が近いので、コールシティにしようかと思う。コールシティ、悪くないな。多分地元ではコルシとか略されてるよ。放課後コルシーかね的な感じか。炭鉱産業の跡地に立ってるというストーリーもあるからね。小さな博物館がありそうだな。映画館の近くに郷土史コーナーがあるってことにしとこう。地方のショッピングセンターにありがちなそういうコーナー、地味に面白いよな。その周辺だけやたら人気がないのも味わい深いね。南館側も駐車場を作っておこう。今回の作業の99割が駐車場だな。最終的に出来上がった駐車場の台数を調べたら1000台を超えていたよ。付近一帯のコインパーキングが全部潰れそうだな。
実はそういう事例は全国でたくさんあるね。やっぱりか。ただ、それで長時間ショッピングセンターに駐車する車とかも増えるから、施錠や管理コストを下げるためにタイムズとかに委託するケースが増えてるよ。ショッピングセンターの迷惑駐車は警察はあんまり動いてくれないからな。まあ、お咎めなしだからといって油断してると訴訟になったりもするけどね。大抵は看板に無断駐車についての注意書きがあるからな。よし、あとは例の植栽ネットワークをたくさん使って植林活動だ。今回は本当に大活躍のアセットだったな。便利だよね。一体誰が作ったんだろう。緑が入るとだいぶそれっぽくなるね。開店間近のショッピングセンター感が出てきたな。あとは看板類でデコレーションだね。当然のように今回もオリジナルアセットが登場。コールシティに使ったアセット群はメンバーシップ向けに公開してるのでメンバーの人はぜひ使ってみてね。一般向けはそのうち公開だぜ。よし、こんなもんかな。めちゃくちゃそれっぽくなったな。ただ、観光地としてはどうなんだ？ふふふ、全景で見ればわかるさ。ふむふむ。それでは全景をどうぞ。うおー、なんかタワーが立ってるぞ。これが前橋観光計画の1枚目の切り札、前はマインテラスだよ。この展望台の売りは、なんといってもその眺望。展望台の上から、石炭採掘現場を間近に見ることができる。おお、これは機械好きにはたまらないな。さらに反対側を見れば前はインターチェンジの様子がよく見える。これも一日中いたくなるスポットだな。社会科見学からデートスポット、観光にもぴったりだね。これには観光客もにんまり、水木市長もにんまり。あとは勢いでこの周辺の区画も少し作ってしまおう。各社の流通倉庫とかがあるといいな。今回は阪野さんに前はロジスティクスの看板を作ってもらったから、それを設置したよ。こうしてこの地も前はグループに飲み込まれるのであった。さらにコールシティの前にはホームセンターを設置。コールシティで売ってないものをここで保管できるのは便利だな。例によって駐車場も置いていくよ。今日本当に駐車場しか作ってないな。交差点の青看板も設置していこう。この交差点とこの周辺の地名は宝山にするよ。かつて石炭が宝とされていた頃の名残だな。そして相模原バイパスは国道111号線に指定。ワンワンワン。青看板を設置していこう。うわぁ、最悪の交通マナーだな。設置を終えたらイエローカット禁止にした方がいいね。さらに周辺の地域も作っていこう。田んぼが広がる心安らぐ風景になりそうだな。田んぼがあるってことは用水路も多いはずだから、あちこちに用水路を張り巡らせていくよ。そういえばコンビニがこの辺になかったので追加しておくよ。大きな道路沿いにコンビニを置くときは交差点の近くに置くのがいいな。でないと片方の進行方向からしか入れなくなるからね。コンビニの近くには中古車販売店も置いてみよう。バイパス沿いって本当に車関係の店が多いよな。目につきやすいし、見る人はみんな車に乗ってるから広告効果があるんだろうね。さらに隙間は田んぼグリッド感のある家を配置していくよ。周りが広々した田んぼなのに住宅は密集してるのがなんかリアルだな。ただこれは密集度が高すぎるから、もう少し庭が広い家やセットも検討しているよ。ありがてえ。とりあえず、密集部分と広々した部分を交互に作っていくと街としてメリハリが出てそれらしくなっていくよ。ところどころに畑も残すのもメリハリ感を出すのに有効だな。あとはこんな感じのオフィスも増やしてあげるとかね。ただ、田舎にある建具や食品系の低層オフィスって本当にアセットが少ないよな。看板も建物も枯渇してるしもっと増えてほしいね。そんなわけで周辺地区も含めて完成。郊外の要衝交差点って感じになってきたな。信号は TMPE を駆使して右左折信号をしっかり設定してあるよ。これ以上渋滞するならバイパスのバイパスが必要だな。周辺地域を作り込んだことで散歩しても楽しい地形になってきたよ。歩行者視点ってあんまり見ないから新鮮だな。こんな感じの道は通学路になってそうな感じがするね。ヘルメットをかぶった中学生が自転車に乗っているのが見えるよ。夏はこの先の駄菓子屋でアイス買うのが日課だったな。突然架空の青春語り出すのをやめろ。この付近の全景はこんな感じになったよ。インター周辺が発展してる感がだいぶ出てきたな。これでこの周辺の第1期開発は終了だね。第1期第2期もあるのか？実は北にある相模原市からとある打診が来ているんだ。ほうほう。
打診の内容はズバリ、鉄道路線の延伸。相模原と前輪には一応 JR 線が通ってるんだけど、JR 側のやる気がなくて単線しかないんだ。路線拡張の打診をするも当時の国鉄側はノーというばかり、業を煮やした相模原は私鉄を作ることに。なるほど。前輪には鉱山鉄道の跡地が残ってるから、そこを再整備して私鉄を作っていくつもりだよ。その私鉄の駅がコールして一金にもできるってわけか。観光地もうまく結んでいきたいね。というわけで次回は私鉄の建設をやっていくよ。次回もお楽しみに。